伝説の剣。ボリューム1で登場した、戦士族の攻守を、300ポイント強化する装備魔法。第1期第1弾という、伝説の始まりに収録された、あいうえお順なら、文句なしで始まりの装備カード。まさに、そして伝説への1枚で、最初期の装備カードの中では、特に知名度が高く、OCG だけではなく、ラッシュデュエルも含め、いくつかのイラストの中に描かれている。現在では、戦士族専用の装備カードも、数多く登場しているが、ボリューム1で、攻守ともに最強だった、スノブラックマジシャンを止められるのは、このカードを装備した、暗黒騎士ガイアだけであり、ある意味、勝利の鍵だった。第2期に、戦士族専用で、このカードより強化値の高い、稲妻の剣が登場しているが、ロトの剣と、稲妻の剣のようで、ファミコン世代には、少しだけ感慨深いものがある。伝説の剣とは、説話や創作物などに登場する、伝説の武具の中で、主に、刀剣に分類されるものを言う。伝承にのみ伝わるものも多いが、実物があり、現在も存在するものとして、イギリス王家に代々伝わり、スペードのジャックのモデル、オジェルダノアが使用したと言われる、カーテナ。カーテナと同じ鋼で製作されたと言われ、伝承の通りに岩に突き刺さる、ローランの剣、ジュランダル。騎士ローランが使えた、シャルルマーニュが所持し、歴代のフランス国王の肖像画にも描かれている、ジョアユーズ。秦の始皇帝の前の時代、春秋戦国時代後期に、越の王、高専が使用していたという、越王高専剣。日本の歴代天皇が継承し、八田の鏡、八坂にの勾玉とともに、日本の三種の神器の一つである、草薙の剣などがある。アニメ、バトルシティ編第133話、友との誓い、レッドアイズブラックドラゴン。アニメオリジナルデュエルとなる、ドミノ超デュエル大会、準々決勝において、城之内がマグネッツ1号に装備させ、キャッツフェアリーを戦闘破壊した。バトルシティ編第136話、ブルーアイズホワイトドラゴン対、ブルーアイズホワイトドラゴンでは、こちらもアニメオリジナルである、城之内大会馬による、バトルシティ3位決定戦で、城之内が使用したが、アニメ効果の魔法吸収で、海馬に効果を奪われ、ブレードナイトに装備、強化されている。このカードと、直接の関係はない話だが、アニメ、遊戯王 GX、第106話にて、カーバンクルノルビーを、伝説上の生き物と聞いた10代が、伝説ってとヨハンに尋ねたところ、当のヨハンが、それって羽くり棒と、10代の質問を華麗にスルーし、よろしくと握手をするのだが、その一連の流れが、謎会話として人気があり、一部の遊戯王ファンの間では、伝説と絡めて、伝説ってと、交わされるのが定番となっている。